どうも、あつしです。今回は前後の技を身につけようということで、前の技だけとか後ろの技だけではなく、両方の技を身につけることについて解説をします。それでは早速始めます。前後の技を身につけようということで、前の技っていうのは相手を前に投げる技なので、投げる方は腰をひねって体を回して背負い投げとか体落としとか払い腰、相手を前に投げる技で、後ろに投げる技っていうのは相手を後ろに投げる技なので、大内刈りとか小内刈りとか大外刈りっていうのを後ろの技とすると。で、前の技後ろの技それぞれあると思うんですけども、同じ方向の技ばっかりだと相手に読まれるっていうかね、技を警戒されて防がれると。そうすると投げることができない。後ろの技もそう、かけようとしたらこらえられるとかね、足を引かれるとかして投げることができないので、前の技を練習している人は今度は後ろの技を身につける。で、後ろの技を身につけている人は前の技も練習するっていうことをしてあげると、相手が前の技だと思ったらぐっとこらえるので、その相手に対して後ろに技をかけることができると投げやすいですし、反対も後ろにかけようとして相手が前に出てきたら、その相手の力を利用して前の技で投げることができますので、この前後の技っていうのを身につけた方がいいと。で、その時のテクニックというか、例えば背負い投げに行った後に相手がぐっとこらえた、それに対して大内刈りで切り返すと。他にも一本背負いに入ってこれもこらえる、そこから小内巻き込みで投げるとか、大内刈りで後ろの技に行ってかからなかった、でそこから前の払い腰をかけるとか、こういうふうに前の技をかけてから踏ん張った、その踏ん張った相手の力を利用して後ろに切り返すとか、後ろの技をかけて下がって前に出てきたタイミングで前の技をかけることができると、相手の力を利用して投げることができます。前後の技を身につけるということが必要になりますよと。で、それを身につけるときに今の連絡技、背負い投げから大内刈りっていうのは連絡技なので、背負い投げ終わって大内刈りに入るわけじゃなくて、この途中で入らないといけないので、その途中の足さばきとか手の使い方っていうのを覚えないといけないと。ここがなかなかうまくつなぐことができないと、前の技とか後ろの技でバンと投げれればいいんですけども、こらえてそこから技を切り返すことができると投げるチャンスがあるのに投げれないとか、連絡技だけじゃなくてフェイントっていうんですかね、背負い投げに行くふりをして後ろの技とか、後ろの技に行くふりして前の技とか、フェイントに使うこともできると、技のかけ方、タイミングの取り方を増やすことができるので、要は相手にバレてしまう、何の技か分かってしまうと受けられてしまって投げることができない、その裏をつくっていうかね、そうすると投げやすくなります。ただ単に前の技とか後ろの技、一方向だけの技だけじゃなくて、反対方向の技を身につけることによって相手がいろいろ迷うと。そうすると自分のペースっていうか、相手に防がれないで投げることができるので、前後の技を身につけると。つないだりとかフェイントに使う時の足さばきとして、例えば入るふりしてこのままの状態で軸足になる方の足を回して体の向きを変えて投げるとか、背負い投げとかに入る。でこのまま戻ってから大内刈りじゃなくて、ここから戻りしぎらに入りたいので、ここの軸足というかね、親指を軸にして体の向きを変えながらそのまんま大内刈りをかけるとか、フェイントですと、この腰の切り返しというんですかね、これだけで前の技だと思わすことができると。でこのまま技に入ると要は前の技になってしまうと。そのまま相手を投げることができれば全然問題ないんですけど、この時点で相手にグッと技が読まれて防がれる可能性がある時に強引に入ってしまうと相手に返されてしまうリスクがあるので、その時にフェイントっていうか足を切り返して後ろの技に入ると。手の操作、この最初の振りだけ使っといて手を逆の方向に操作をするとかっていうこのつなぎの技術、手の使い方もそうですし、足の使い方、
通常の一個一個の技の入り方じゃなくて、一つの技から連続して別の技に行く方法、連絡技だったりフェイントっていうのを身につけることができると、それをやるためには反対の技、前の技だったら後ろの技を身につけないといけないですし、後ろの技だったら前の技を身につけないといけないので、自分の得意となる技、相手にバレてしまったらどうしてもかからないので、その技をかけようとしたかったら反対の技とかっていうのを身につけていただけると、そっちの技で投げることもできるし、相手に反対の技を警戒させることができると前の技につないで投げることができる。こういう前の技だけじゃなくて後ろの技、後ろの技だけじゃなくて前の技っていう前後の技を身につけると投げやすくなるかと思いますので、その辺も考えてぜひ練習してみてください。今回は前後の技を身につけようということで、連絡技とかフェイントなどを身につけようということで解説をしました。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。どうも、あつしです。前の技だけじゃ前後の技を身につけようと。じゃ前の技、前後の技を身につけようということで、当然相手にこう、前にこう、例えば今回は前後の技を身につけよう。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。